皆さんこんにちは。アナザーエデングローバル版プロデューサーのレイアンです。同じくグローバル版開発メンバーのバッキーです。そしてアナザーエデングローバル版次期プロデューサーの小池です。小池さん、ようこそ。はい、ゲーム内のプロデューサーレターでお伝えした通り、この度グローバル版のプロデューサーが交代ということで、今回のプロデューサーレターはダブルプロデューサーでお届けしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いろいろ皆さんが気になることもあると思いますので、今日は根掘り葉掘り聞いていきたいと思いますよ。こういうの緊張しますね。はい。なんかね、慣れてきたとは思ってはいるんですけど、やっぱり緊張するなというのは変わらないですね。またまた。はい、お二人ともよろしくお願いいたします。というわけで最初のコーナーです。まずは小池さんの紹介になります。まずはですね、現プロデューサーのレイアンさんから見た小池さんというスライドを用意してきましたのでご覧ください。はい、私から見た小池さんについてまとめてみました。パーソナリティなんですけども、犬好き、メガネ、忍びと、3つだと思ってます。これ忍びなんですか？いやもうね、それはもうね、一緒にやっぱ仕事はねしてて、たまにねなんか存在を感じられない時があると言いますか。ただ、いないんじゃなくて、なんかね、相談とか小池さんいるって呼びかけると、さっとすぐ反応してくれるので陰でなんかねいろいろ動いてて、なんか忍者みたいなところあるなっていうところで、忍びって書かせてもらった感じですね。いや、そうですね。僕も忍びって見て驚いたんですけど、今までやっぱり日本版とグローバル版どっちもやっぱりプロデューサーのさまざまな指令を受けて陰で動いてたので、ちょっと確かにある意味目立たないようにっていうところは少しあったかもしれないです。はい、イメージキャラクターがファントムで、一言で言うとその影の番長とちょっと裏ボスみたいな感じですよね。いや、そのね、なんか陰で暗躍する悪いやつみたいにちょっと聞こえちゃってるんですけど、決してそんなことはないですから、はい、本当いい意味で書かせてもらいました。というのもですね、何か物事を決める際だとかには結構ね小池さんの存在とか意見が見え隠れする感じでして、アナザーエデンにとって本当に重要な局面の際には必ず何らかの形で小池さんが関わってると思うんですよね。そうですね。あと何かと目立たないけど大事な仕事みたいなものとかも結構数多くやってきたっていうのがあるかもしれなくて、やっぱ自分が目立つっていうよりはやっぱりアナザーエデンっていうゲームと、それを遊んでくださる皆さんのことを最優先に考えてたので、ちょっとそういう感じになっちゃったのかなとは思うんですけど、今度はちょっと自分プロデューサーになるので、ちょっと存在感をしっかり出していかないといけないなって思ってます。はい。小池さんは僕も兄貴って呼んでまして、で、日本語の兄貴っていうのはこの頼りがいがあって、かっこいいお兄さんっていうような意味合いがありますよね。はいね、この小池さんのことを、兄貴って呼んでる、メンバーをだったりとか、そういったやり取り見ると、なんか微笑ましくなるなというところで遠目から見てました私は。なんか自分はちょっとまだ若いつもりだったんですけど、結構老けて見られることも多いので、ちょっと今後いい意味での貫禄をつけていきたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。小池さんのことがよく分かったんですが、今回もちろん小池さんの自己紹介もあるんですよね。はい、僕はアナザーエデンチームには2019年から、ジョインしていて、グローバル版にも実は関わっていまして、時期としてはグローバル版のちょうど IDA、最初の IDA ですねが配信された頃なんで、2019年3月ぐらいからちょうどグローバル版にちょっと関わってました。じゃあグローバル版の立ち上げ時期から、実は影の番長として訓練していたと。いや、ちょっと番長かどうかわかんないんですけど、すごいいろいろなことやらせてもらっていて、ちょっとどんなことをしてたかっていうのは次のスライドにまとめてるんですけど、いや、意外なんですけど推しキャラフラムラピスなんですね。はい、ちょっと国内版で日本版で喋ることもあったんで、ちょっと改めて書いたんですけど、やっぱりフラムラピスちょっと不純な感じもするんですけど、やっぱパーティーに入りやすいっていうところが少しあるなと思って、最初はそういうところがきっかけだったんですけど、パーティーに入れていくうちにだんだんやっぱ愛着が湧いてきて、見た目もなんかちょっと第二の主人公感というか、やっぱカラーリングもアルドに近いっていうところもあって、パーティーに入れるとすごく落ち着いて、先頭に置くとすごく率いてくれる感じがあってすごく気に入って、だからキャラクターとしてもすごい個性豊かなパーティーを組んでもなんかちょっとすごくバランスが良くなる、なんかフラムがいるだけでちょっとパーティーのすごく居心地よさそうだなっていう感じになるんで、なんか結構同級生とかに欲しいような感じのちょっとキャラかなと思ってて、なんかただちょっとツバメとかと一緒に組むと、なんかお弁当1個で足りるのかなみたいな、約束の回数1個で足りないだろうみたいなところとかちょっと思ったりもするんですけど、そういうところも含めてすごい好きですね。まかない5人分でね、大きいですからね。はい、ありがとうございます。では次のスライドを見ていきましょう。
はい、今までの仕事についてちょっと抜粋して書いてみたんですけど、立ち位置としてはゲームプランナーっていう職種なんですが、基本的にはこうアナザーエデンのコンテンツを皆さんにお届けするためにいろんなことをやっているっていう感じですね。はい、僕も小池さんと似た仕事をしているんですけれども、お知らせとか、あと動画、サイトなど、とにかく幅広いんですよね。そうですね。もうどうやったら分かりやすく伝わるかとか、どうやったら皆さんにこうより楽しんでもらえるかっていうところを日々考えながらやってます。特にアナザーエデンは冒険がやっぱりすごく重要なテーマの一つだと思っているので、やっぱ冒険にはワクワクは欠かせないと思うので、そういうところをプレイヤーの皆さんにどう感じてもらえるかっていうところをすごく意識してやってます。なるほど、ありがとうございます。続いてのコーナーですが、バッキー Q&A ということで、僕が根掘り葉掘りお二人について聞きたいと思います。なんですかそのコーナーは。いやー、何を聞かれるのか悪い予感しかしないですね、もそんなこと言わないでくださいよ。はい、では早速1問目です。皆さんが気になっていることを代弁します。レアさん、僕たちのことが嫌いになっちゃったんですか？う。やっぱりこの質問が来ますよね。はい、もう本当にユーザーの皆様確かに気になるところだとは思いますので、ちゃんとお答えすることもプロデューサーとしての責務だとは思いますので、お答えさせていただこうと思います。ですね、国内版での開発を含めると、私自身、アナザーエデンという作品にはもう4年近く携わってきました。環境としては、本当に非常に恵まれた環境だったとは思うんですけども、その中で、自分の中で新しいことにチャレンジをしてみたいなっていう欲が、ふつふつと湧き上がってきまして、で、後任もですね、小池さんという、非常に頼りになる人物で、アナザーエデンのグローバル版を、任せられると思ったので、これをいい機会だと捉えて、卒業させていただこうと思いました。そうなんですね。寂しいけど、応援したいと思います。では、次の質問は小池さんに、はい。どんなプロデューサーを目指したいですか？そうですね、実はちょっと日本版の業務を引き続きやっていくので、今まさに制作中のコンテンツとかについても開発チームとすごく連携が取りやすい位置にいるので、そういうことをやりながら世界中のアナザーエデンを遊んでくださる皆さんのことを最前線で考えて行動できる、すごい最高のポジションだなというふうに僕は思っていて、でこのことについてすごくワクワクしているので、この僕が感じているワクワクをより良い形で世界中の皆さんにアナザーエデンを通してお返しできたらこんなに素晴らしいことはないなっていうふうに思っているので、まずはそれをちょっと達成していきたいなっていうふうに思っているっていうところと、あと日本版でもグローバル版でもそれぞれのプロデューサーレイヤーさんも含めて、あと宮瀬 P とかもいましたけどもすごく一緒に仕事してきたので、アナザーエデンにとって大事なことっていうのをすごく連携しながら業務していったので、そういうところを今までのプロデューサーが大事にしてきたことをしっかりいい形で守っていける自信があるので、それを皆さんにしっかり感じてもらえることを目標にしたいと思ってます。ありがとうございます。ではお二人に質問です。アナデンの好きなところは？はい、いろいろと悩んだんですけども、私は世界中に多くのファンがいるっていういる作品であるというところですね。これもね、本当にもうユーザーの皆様のおかげですので、いつも応援ありがとうございます。改めて、お礼を言いたいと思います。はい、僕はそうですね。アナザーエデンはアナザーエデンの中に世界があって、そこに無数の可能性とか選択肢っていうものがあって、そこが冒険につながっているっていうところがすごくゲームとして好きで、時代だったりとか地蔵だったりとかアナザースタイルエクストラスタイルとかいろいろ登場してきたと思うんですけど、アナデンの世界とかキャラクターにはそれぞれたくさんの可能性とか選択肢っていうものがあるので、それらが僕らをワクワクさせる冒険につながっていると思うので、皆さんに一つでも多くアナデンのこれが好きって言ってもらえるようなものをお届けできるように精一杯頑張ります。ありがとうございます。では最後にお二人からメッセージをいただきたいと思います。まずはレイヤンさん、世界のアナデンユーザーへメッセージをお願いします。はい、前任からですね、プロデューサー業務を引き継いで1年ちょっとと、短い間ではありましたが、世界中のユーザーの皆様に向き合うという貴重な経験をさせていただきました。本当この経験は、今後の私にとってかけがえのないものになるとは思っております。本当一生の思い出にします。ありがとうございます。次に小池さん、これからプロデューサーになるということで意気込みなどお願いします。はい、まずはPD 交代ということで驚いた方とか不安に思われた方もいるとは思うんですが、アナザーエデンとアルドの冒険というものはまだまだ続いていきますので、プロデューサーとしてはまだまだこれからなんですけども、アナザーエデンとアナザーエデンを遊んでくださる皆さんのことを考えて今までやってきた全てを生かしてもっとアナザーエデンが好きだって言ってもらえるように頑張りますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。
寂しいですけども、これからもアナデンの魅力は変わらず、小池さんならきっと皆さんの期待を裏切らず、プロデューサーとして頑張ってくれると、僕自身も思っております。はい、SNS や動画のコメントは僕自身目を通したり言語が分かる担当者から説明を受けているのでぜひ感想を皆さんどんどん書いてください。繰り返しになりますが、皆さん今までありがとうございました。はい、では最後に全員でお別れの挨拶いきましょうか。せーの、バイバイ。